こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はストレスチェックについて解説をしていきたいと思います。今、現状は一定規模以上の会社でストレスチェックというのが義務化をされている状況ではありますけれど、今回、労働安全衛生法が改正になりまして、今後、すべての会社でストレスチェックが義務化をされることになりましたので、その内容について見ていきたいと思います。最近はメンタル不調による休職者というのが増加をしており、人手不足と相まって非常に問題になっているところではあります。一定規模以上の会社以外においてもストレスチェックにおいて従業員のメンタルというのを把握をしていただいて、休職者が出るのを防いでもらいたいと思います。今回の概要ですけれど、近年、精神障害による労災の件数というのが非常に増えている状況になっておりますので、まずはその概要について見ていきたいと思います。そして今回、ストレスチェックの内容、法改正についてですけれど、ストレスチェックの概要とその詳細について、また、ストレスチェックは一定の規模以上の会社で義務化をされていますけれど、そのストレスチェックの実施状況について見ていった上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずは、近年増えている精神障害の労災件数について見ていきたいと思います。この表の上の段は精神障害による労災の請求と決定の件数を表した表になります。令和2年から令和6年までの数値になりますけれど、精神障害による労災の請求件数が、令和2年は2000件ほどでしたけれど、令和6年においては3780件と、非常に急増をしているという状況になっております。この、労災件数の請求ですけれど、特に多いのが医療、福祉、運輸、郵便の事業、これらの事業においての精神障害による労災申請件数が増えているという状況です。なぜこれらの業種で増えているのかと言いますと、やはりですね、業務に関連した悲惨な出来事、事故、災害の体験、目撃をするケースが多いということで、非常に精神的にダメージを受けることが多いという業種になっているかと思います。その他ですね、悲惨な事故等の目撃ではなくても、最近はですね、令和6年度においては、総合労働相談件数は120万件を超えている中、その中の1位はいじめ嫌がらせが 17.4% を占めているということで、こちらはですね、人間関係による精神障害というのも非常に高止まりをして問題になっている状況。従いまして、不可避的な事故の目撃だけではなく、社内の人間関係による精神的なダメージというのもあって、精神障害による労災件数が非常に増えているという状況になっています。そんな中で今現状行われているのはストレスチェック制度というものになりますけれど、こちらはもともとは長時間労働や職場環境による労働者のメンタル不調を予防し、かつ精神的健康を保持増進するために設けられた取り組みになっております。こちらはですね、2015年から始まっているんですけれど、労働安全衛生法によりまして、労働者50人以上の事業所において、1年に1回義務付けられているものになっております。そして実施だけではなく、その面接指導、ストレスチェックの結果については、労働基準監督署への届け出が必要と、報告が必要という形になっております。ただ、この労働安全衛生法につきましては、2025年の5月に改正法が可決成立をいたしまして、今現状50人以上となっているところが法改正で変わっていくという形になっています。そして、ストレスチェック制度ですけれど、今は現状は50人以上となっておりますけど、その事業所の人数のカウントの仕方、よく、質問を受けるんですけれど、こちらは事業所、支店ですとか営業所ごとに判定をするものになります。そして、労働者と言われるものは、状態として雇用される方をいて、週1日勤務するパートやアルバイトの方も含むという点に注意をしてください。
また、実施対象に関しては、原則すべての労働者に対して実施をすることになっておりますけれど、契約期間が1年未満の方、もしくは短時間労働者の方は、対象外となるのが原則となっています。そして、ストレスチェックの費用、行う上では必ず費用が発生してくるかと思いますけれど、こちらの費用に関しましては、ストレスチェックにかかる費用、面接指導にかかる費用に関しては、事業者が負担をするという点に注意をしてください。また、ストレスチェック、少なからず多少時間を取られますので、その間の時間分の賃金の取り扱いですけれど、こちらは、事業者が賃金を支払うことが望ましいということになっておりまして、内容につきましては、詳細は詳しくは原則、労使協定、労使で協議の上決定をするという形になっております。そして、ストレスチェックの実施状況ですけれど、今現状50人以上の会社においては義務になっておりますけれど、義務対象の会社においては 81.7% の事業所で実施をしているという形になっております。ただですね、対象外となっている50人未満の事業所においても表を見ていただくとわかるように 34.6% の事業所においてはストレスチェックを自主的に行っているという形になりますので、3割以上の会社においては自主的にストレスチェックを実施をしているという形になります。そして、ではどういった会社がストレスチェックを自主的に行っているのかといいますと、やはり非常に多いのが金融業、保険業ではあります。10人から29人以下の会社においては9割。30人から49人の会社では 77.1% といった形で、非常に高い割合でストレスチェックを実施をしていることがわかります。また、その他、複合サービス事業においてもですね、10人から29人の事業所においては 87% ほど、30人から49人の会社では 77.6% と、多くの会社で義務ではなくても7、8割の業種において、ストレスチェックを実施をしているというのが非常にわかります。したがってですね、今後、非常にストレスチェック高い割合でやっている事業所のそれ以外の業種においてもですね、今後は対象になってきますので、ストレスチェックの実施の準備をしてほしいと思います。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、ではこのストレスチェック法改正によって全ての事業所において実施となりましたけれど、ではいつから始まるのかということですけれど、今現状は具体的な日程は出ておりません。法改正から3年以内に実施となっておりますので、3年以内に実施という形になるので、その間に今のうちに準備を進めていってほしいと思います。また、こういった労働安全衛生法改正によってストレスチェックが全店義務となった背景にはですね、やはり最近メンタル不調による休職者というのが急増をしているといったところもあります。近年増加をしておりまして、特に若年層においてメンタル不調による休職者が増えているというデータがあります。このメンタル不調による1ヶ月以上休業した労働者がいた事業所というのは、すべての事業所の中で約 10% ほどで推移をしている状況になっておりますので、1割の会社においては、自社の従業員が1ヶ月以上何かしらメンタル不調で休職をしているケースになってくるという形になります。人手不足になっておりますので、やはりですね、従業員一人一人の力というのは非常に重要になってきています。採用も大変ですけれど、採用後働き続けてもらうことも大変という形になりますので、働き続けてもらえるように、ストレスチェックによってメンタルのチェックというのを忘れずにしてほしいと思います。そして、ストレスを把握して、ストレス軽減をすることによって、その結果、生産性向上も期待ができるかと思います。大幅な設備投資への生産性向上ではなく、ストレスの軽減ですとか、睡眠時間の確保によって生産性向上できることもありますので、そういったところから取り組んでほしいと思います。すべての方、従業員がですね、健康で安心できる職場づくりを作っていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。